どうも皆さん、カイトです。ミノリアというゲームをご存知でしょうか。こちらは2020年9月10日に PS4 と Nintendo Switch でリリースされたゲームになります。エンダーリリーズをプレイされた方ではチェックされた方もいるのではないかなと。早速このゲームを完全クリアまでプレイしたんですけど、ストーリーを楽しめる両作品でした。今回はエンダーリリーズのようなメトロイドバニアを楽しみたい方向けに、このゲームのジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介させていただきます。では早速やっていきましょう。まずジャンルを説明すると、手書き 2D アートによる横スクロールアクション RPG になります。主人公のシスターセミヤを操作し、魔女というボスを倒すために奮闘するのが主な内容になり、武器である剣やチェーンメイスで敵をバッサバッサ切って進んでいくというもの。途中で覚える技というアクション要素や装備として付けれるお香でバフをかけながら戦闘を有利に進めていきます。このゲームでは特にパリーが非常に大切になり、敵からの一撃が相当重いので注意が必要。体力を半分以上持っていかれるので、程よい緊張感を味わえますね。次にストーリーなのですが、第4次魔女戦争の起こる直前で物語が始まり、世界では狂信的な信仰の時代に突入しています。その一方で人類を脅威に陥れる罪人を罰するための異端者を執行する異端審問セイクリッドオフィス、そして魔女の烙印を押されてしまった教会の教えに矛盾する集団との戦いが描かれていますね。そしてこのゲームの魅力なのですが、1、見た目とは裏腹に重く切ないストーリー感。 2D アートキャラクターという非常に可愛らしいのですが、信仰の時代という設定もあり、魔女という存在が非常に重く切ない印象を与えます。そして主人公であるセミヤ、共に行動するフランがいろいろと真実にたどり着いていく瞬間は考えさせる部分が多々ありました。こういったストーリーがしっかりしている部分はとても楽しめる一つですね。2、エンダーリリーズを感じるメトロイドバニア。リリースが後発であるエンダーリリーズではありますが、プレイしているとよく似ている部分があるなと感じるのがこの作品。ストーリーの雰囲気がとても似ており、内容は違えども先が非常に気になってしまうのが制作者様がやってくれますね。相変わらずの敵への無謀なご利用しだとすぐやられてしまうのが、自分はこれを待ってたんだと思わせてくれます。最高ですか。3、武器とお香という要素。武器としては剣、お玉、チェーンメイスなど少ない種類なのですが、それぞれの攻撃方法が異なるのが戦略性を上げてきますね。初期装備としては剣なのですが、途中で拾えるチェーンメイスが非常に強かったのでおすすめします。装備品自体の強化というのはないのですが、装備している武器で奥義アクションが変わるのが特徴です。こちらも好みによって変わるので、使いやすいのを選択するのがいいですね。次にお香なのですが、こちらはセミヤ自身にかけれるバフであり非常に重要になります。装備品としては5つ可能であり、アクティブ効果には3つ、そしてパッシブ効果には2つつけることが可能です。アクティブ効果は回数制限がかかっているお香であり、主に敵への攻撃、さらには身体バフなど様々です。パッシブ効果についてはセミヤ自身への継続的に効果を発揮するものであり、こちらは攻撃した際への追撃ダメージや火ダメ軽減、さらには経験値増量、隠し場所探索と欠かせないものになります。いろいろな組み合わせで自分なりの戦略をできるのがミドリアの面白さですね。4、敵の攻撃を跳ね返してのパリーカウンターが強い。敵自体は強いのか弱いのまではっきりするのがこのゲームなのですが、一撃のダメージ量が半端ないのがクセモノです。ですがパリーが非常に優秀であり、敵の攻撃モーションに合わせてうまく発動することで回避プラスカウンターで有利に進めることができます。というかカウンターがめちゃくちゃ強いですね。ボスは強いというよりも完全なるヒットアンダーウェイ。メトロイドバニアでは必須であるヒットアンダーウェイになりますが、ボスが結構な大味なのでかなりの有効な手段で挑めます。強そうな見た目のボスでさえ逃げれる範囲がちゃんと設定されているので、戦闘が少し苦手な方でもとっつきやすく倒せるという印象ですね。2周目からはノーダメージでボスを倒すと特殊な装備品、お香などもらえるので、慣れている方はぜひ挑んでみてください。以上になります。メトロイドバニア好き、またはエンダーリリーズのような世界観を体験したい方はぜひプレイしてもらいたい作品になりますね。クリア自体は6時間かからない程度であり、完全クリアしても9時間ほどのこの作品、ダークな雰囲気とアクション要素の魅力に楽しんでもらえますよ。このチャンネルではおすすめのゲーム紹介、ためになる解説、またはパズルゲーム実況をしております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。